いつもフードを目深にかぶり、いかにも魔術自然とした黒いローブを好んでまとう寡黙な友人が彼女の元を訪れたのは、朝から一向に降り止む気配のない静かな雨の日だった。まるで忍び泣くようにしとしとと降り続ける無数の雨粒を受け、彼のローブは濡れたカラスの羽のようにそう黒く染まっている。学院の研究室に足を踏み入れた彼の長いローブの裾からは雫が止めどなく滴り落ち、ずぶ濡れになるほどの距離か時間を雨と共に過ごしたらしいことが一目で見て取れた。ずっと小雨なのかと思っていたけど、そうでもなかったようね。それとも雨に打たれる自習でもしてきたの？彼女は何の前触れもなくやってきた友人に冗談めかしてそう尋ねたが、彼はフードの下でニコリともせず、どこか緊張の感じられる小金で、君に伝えたいことがある、と唐突に言った。自分より少しだけ高い位置にあるフードに隠された友人の顔を見上げ、彼女は奇遇ねとつぶやくように応じる。私もちょうどあなたに伝えたいことがあったのよ。その言葉は彼にとって意外だったのだろう。普段何事にも動じない友人が珍しく驚いているのがフード越しにも彼女には分かった。先に切り出したのはあなただから、まずはあなたの話を聞きましょう。今日はもうおしまいにするわ。彼女はそう言って手早く片付けを始め、ものの数分で帰り支度を済ませると、未だローブからポスリポスリと雨を降らせている友人と共に研究室を出た。身長差が10センチもない彼と肩を並べ、寮にある自分の部屋へと向かう。その途中で何人もの学生や教授とすれ違ったが、彼らのうちの5人に1人は彼女に気づくと声をかけてきた。やあノーラ、もう帰るの？いつも夜中までこもっているのに珍しいね。ノーラ、今度また勝負をしようよ。この前の仕返しをしなくちゃ。あら、ちょうどいいところに。ねえノーラ、今忙しそうね。教えてほしいことがあるから、明日聞きに行ってもいい？黒いフードを深々とかぶって影のように隣を歩く彼女の友人に怯えたのか、最後にすれ違った者は返事も聞かず、そのまま足早に立ち去ってしまった。相変わらずあなたは怖がられているのね。学院の中で暗いフードを脱げばいいのに。それだけで多分評価が変わるわよ。みんなからノーラと呼ばれた彼女はそう言って愉快そうに笑い、一方の友人はそれに何も言わず、ただ小さく肩をすくめてみせただけだった。彼らは二人とも細身の長身で目を引くが、彼の場合はどちらかというと悪目出しに近い。全身黒いローブに身を進み、顔が見えないフードを常にかぶっているその姿は、まるで絵本に描かれる悪い魔法使いのように見える。それがそのまま本の外に出てきたのではと思わせる彼の様相は、魔術学院の中でもどことなく不気味で異様に見えた。そんな彼が感情の読めない淡々とした口調で、君は人気者だな、と言うと、今度は彼女の方が肩をすくめて、みんな妖精族が物珍しいだけよ、と答える。しかし、実際のところノーラは確かに学院の人気者だった。先端の尖った長い耳が特徴的な妖精族は他の種族との交流が少なく、その姿を見かける機会自体がほとんどない。その希少性に加えて、彼女が持つ妖精族特有のこれといった特徴がない上の端正な容貌と、儚げな見た目に反して物おじせず論理的にはっきりと物を言う性格や、明るく穏やかな人柄が男女問わず人々を引きつけた。専門である私有術を研究する学者としても彼女は評価され、注目されている。もちろん求愛する者も少なくなかったが、彼女が選んだのは今隣を歩く無口な友人だった。寮の部屋に着くと、ノーラは扉を開けながら、さすがにここではそれを脱いでもらうわよ、と言って友人の着ている黒いローブを指差した。床に水たまりができてしまうわ。そう言って微笑むと彼から雨で濡れたローブを奪い、入り口のそばにしつらえられた街灯掛けに引っ掛ける。そして彼女は荷物を片付けたり着替えをするために自室へ行き、その間に友人はまるで我が家であるかのように迷いなくキッチンに向かうと、湯を沸かしてお茶を入れる用意を始めた。互いの家に行ったら、訪れた方が最初にお茶を入れるのが彼らの暗黙のルールだ。
10人の方が帰った時にやることが多いだろうということから自然と決まったことで、どちらが客でも主でもなく、いつでも二人は平等だった。雨の日だというのに元気がなさそうね。そう言いながら身軽な服装で今に戻ってきたノーラは、友人から温かな湯気の立つお茶の入ったカップを笑顔で受け取った。そして夕方にしては暗い窓の外へと視線を送る。その目にはゆっくりとガラスを伝って落ちる雨の雫が見えた。雨はあなたの味方だと思っていたけど、私が元気そうに見えた時があったか。彼女の隣に立ち、窓の方を向いてつぶやくように答えた彼の語調からは相変わらず感情らしいものが読み取れない。その青白い横顔を見やり、あなたなりにはね、と答えてノーラはカップを傾けた。そんな彼女に今度は友人が目を向ける。その両者の横顔はどちらも病的なほどに白く、血の気の感じられない色はどこか好きを思わせた。その肌にかかる色彩を失った銀に近いプラチナブロンドのノーラの髪と、彼女の友人の黒髪はあまりにも対照的だ。彼女が昼の好きなら彼は夜の好きで、同じ妖精族の彼らは死が繋がっていないにもかかわらず、傍目には双子のようにさえ見えたことだろう。元来色白のものが多い妖精族の中でも異常な彼らの肌の白さは、この二人の間では当たり前になる。それがノーラにとって彼が特別な存在になる理由の一つだった。私に伝えたいことがあると言っていたけど、あまりいい知らせではなさそうね。ノーラがそう切り出すと友人は数秒の間彼女の顔を見つめ、それからおもむろに懐から封書を取り出すと、それを無言で彼女に差し出した。私宛てではないわね。かといってあなた宛てでもないようだけど。封筒に共通語で書かれた見覚えのない宛名を読み取り、いぶかしむような表情を浮かべてノーラは友人の顔を見上げる。しかし彼はやはり口をすぐんだまま、中の手紙を読むようその赤い瞳で促した。ノーラは手渡された封筒を裏返し、そこに記された差出人の名前と、開けられた形跡のある封筒に押された印字を見て眉を寄せる。だが何も言わないまま、カップをテーブルの上に置くと手紙を読み始めた。その表情が徐々に険しくなっていく。やがて手紙を読み終えた彼女は顔を上げ、問い詰めるように友人に目を向けた。エンゲード。硬い小羽で彼の名前を呼ぶ。そんなノーラの追求を遮るかのようにわずかに目を伏せ、彼女の手の中にある書状に視線を落としながら彼はつぶやくように言った。私の獅子宛てに届いた養成状だ。でもあなたのお父様は、驚いたようにそう言いかけたノーラに一つうなずき、彼は、すでにこの世を去って久しい、と答える。エンゲードの父親は、彼が子供の頃に精神的な要因で衰弱死したと聞いていたので、今になって死者宛てに手紙が届いたとなると、それを受け取る義務は息子である彼にあるということになるのだろうとノーラは理解した。だが、戦争に行くつもり。その手紙に書かれた仕事を果たす義務も彼に生じるのだろうか、と彼女は思う。手紙の内容は彼が言った通り、兵を連れて参戦することを求める要請状であり、それは名役のもとに果たされるものだと記されていた。それは拒否する権利がないことを暗に告げている。戦争なんて大げさなものじゃない。領主同士の小競り合いだ。友人はそう言ってノーラの手からするりと要請状を抜き取り、元通りに折りたたんで封筒にしまう。その様子を見ながらノーラは慎重な口調で言葉を紡いだ。領主と言うけど、その名前の持ち主は現在の月夜の民を滑る実質的な王だわ。相手の領主の名前も知っているわよ。変味種狩りで有名だもの。変味種の間ではな。封筒を再び懐に戻した彼は顔を上げ、ノーラの薄い青色の目をまっすぐに捉えて視線を返す。君が知っているとは思わなかった。友人のその言葉に今度は彼女が目を伏せ、独り言を言うような口調で言葉を返した。あなたが月夜の民、変味種だと知った時に、私はもっとあなたについて、月夜の民について知るべきだと思って調べたのよ。それで偶然知ったわ。そしてその時から、あなたが彼に関わる日が来ないことを祈っていた。
ノーラは小さく息を吸いて友人の元へ歩み寄り、その顔を覗き込む。そんな彼女を静かに見つめる赤い目こそ、彼が月夜の民、変未種と呼ばれる者の証だった。月夜の民でなくても赤い目の者は稀にいるが、鮮血の赤を持つのは彼らだけであり、その目は人を支配する魔力を持っているとも言われている。また、他の人間よりも高い身体能力や特殊な能力を持つ場合が多いが、魔力の高い者の中からごく稀に変未的に生まれる彼らは数が少なく、子供を設けても変未種の特性が引き継がれる確率は低い。その少数の強者という立場と、月夜の民の命の糧である魔力摂取のために人を襲い、人体の中でも魔力濃度が高いと言われる血液を奪う者がいたことや、魔力の結晶である魔石を強奪、独占した過去もあって嫌われ、差別されることも珍しくないのが現状だ。中には人類の敵として根絶やしにすることを望む者もおり、その筆頭が変未種狩りで知られる九段の領主だった。本当にあなたでなければいけないの。確認するように尋ねるノーラに、彼は、他に父の名代が務まる者がいない、と答えた。兄弟たちの方は代替わりしているし、一番血が濃く、変未種に連なる者として生まれたのは、昔も今も一族の中では私だけだ。でも、あなたの一族の参戦を要請したのも王ではなくその名代だわ。ノーラは要請状の最後に記されていた署名が王自身のものではなく、代理人の名であったことを見逃していなかった。月夜の民の王は封印されたままのはず。それを取り戻すための戦いだ。淡白に言う友人にノーラは、無謀すぎるわ、と声を上げた。一勢力として恐れられた月夜の民の結束は王の力と人望によるものだったと聞くし、その王を取り戻すためとはいえ相手が悪すぎる。吸血鬼狩りの意味をさえ取る容赦知らずの一大領主なのよ。負けるに決まってるわ。私だって勝てるとは思っていないし、おそらくこの養成所を送った者もそうだろう。死にに行くというの。ポスリというノーラに彼は小さく肩をすくめてみせる。変未種が不死者と呼ばれているのも知っているだろう。死ぬことはないさ。もちろん知っているわ。変未種を殺せる狩人がいるということもね。ノーラの反撃に彼は沈黙を返し、言葉を探すように雨の降る窓の方へその身を向けた。しかし暗い窓の先には声を殺して泣く誰かの落としたまばらな雨粒と、それを優しく受け止める薄闇しか見えない。それでも行くのね。静かにそう言ってノーラは友人の黒い服の袖を小さく握った。そうでなければ、あなたがわざわざその手紙を見せに来るはずがないもの。雨が降る中、日光に弱い変未種の肌を守る大事なローブを濡らしてまで。これを逃せば、父の交わした名約を果たす機会はもはや永久に訪れないだろう。窓の方を向いたまま微動だにせず、雨粒が一つを知るかのように彼は言ってかすかな息をつく。それにノーラは反論しかけたが、借りを救ったままにするのは君だって嫌っているはずだ、と指摘され、彼女は大きなため息をこぼした。確かに私があなただったら、同じようにするでしょうね。理解を得られて嬉しいよ。喜ばないで。不機嫌そうにノーラは言い、聞こえよがしな短足をもう一度ついてみせる。それから少しの間、彼女は眉間にシワを寄せて黙り込んでいたが、やがて、言っておくけど、と、感情を殺した小金で前置きしてから続く言葉を口にした。私はあなたが帰ってくるまで待てないわよ。それを聞いて友人がハッとしたような表情で振り返り、彼女を見下ろす。ノーラはそんな彼から視線をそらすことなく見つめ返した。その青い瞳は彼の記憶にある印象よりも数段色が薄く、白に近い。そうか、それが君の私に伝えたいことか。ええ。まだもう少し時間があるかと思っていた。友人はそう言って自分の袖を掴んでいるノーラの手にそっと触れ、静かに持ち上げる。彼女の温かな手を進むそれは冷たく、まるで人形か何かのように感じられた。生きているものの気配がしない月夜の民の体は、例えるなら動く死体が最も近い。だが、ノーラはそれを恐ろしいと感じたことは一度もなかった。私も、もう少し時間があれば、
とは思っていたわ。そう答えてヒヤリとした友人の手を握り返す。決意は変わらないんでしょう。すまない。謝らなくていいわ。お互いのやるべきことをやりましょう。体温のない彼の手が自分の手のぬくもりで少しずつ温まっていくのを感じながら、ノーラはニコリと笑顔を救ってみせた。友人の肌が青白く血の気がないのは変異種だからだが、彼女の肌の白さは病気によるもので、その治療法は見つかっていない。ごく稀に先天的に抱えることのある難病であり、致死率は10割という死に至る病だ。徐々に体から色素が失われ、硬化し、最後には白い結晶のようになることから白死病と呼ばれている。ノーラは自分の寿命には間に合わないだろうと知りながらも、その治療法を研究し続けてきた。いずれ完治させる方法を見つける。その手がかりを少しでも後世に残すことが彼女のやるべきことであり、自分に課した使命だ。それは彼も知っていることであり、お互いに捨てることのできない役目を背負っていることをこの時二人は認め合った。君が事前に知らせてくれるとは思わなかった。君のことだから何も告げず、帰ってきた私に、返しそびれていた本を代わりに返しておいてほしい、というような書き置きを一つ残すくらいかと。つぶやくように言った友人の言葉を聞いてノーラは愉快そうに声を上げて笑い。それは確かにとても私らしいわね、と微笑む。そして握ったままの彼の白い手に視線を落とし、小さく息をついていった。知らせたのはあなたにだけよ。私も養成所のことを伝えたのは君だけだ。私以外に友達がいないからでしょう。生真面目な口調で応じた友人にそう言ってノーラはいたずらっぽい笑みを向ける。彼はそれに一度肩をすくめてみせた後、君は私以外にも友人がたくさんいるのに、なぜ私にと尋ねた。彼女には信頼している恩師とも言うべき教授もいる。考えればいくらでも彼女が知らせておくべき相手は他にいるように彼には思えた。そんな彼にノーラは一言、あっさりと答える。親友はあなただけだから。そして温かくなった友人の手を離し、くるりときびすを返してテーブルに置いたカップに腕を伸ばした。程よい温度になったお茶を美味しそうに一口飲み、満足そうに息を吸いて顔を上げる。そして窓のそばに佇んだまま彼女を目前と見つめ返す友人に、ノーラは、そうだ、と何かを思いついた様子で口を切った。どうせなら勝負しましょう。あなたが無事に帰ってきたら私の貸し。どう？君の貸しになるのか。そうよ。あなたは死なない戦いは得意でしょう。今度は勝たせてくれるわよね。今度は、という部分を彼女が強調していったことに気づき、彼は少し驚いたような表情を浮かべてノーラを見返した。まさか、あの試合の復讐戦を。ええ、あんな悔しい負け方をした試合はあれが最初で最後だったんだから。クスクスと笑いながら機嫌良さそうに彼女はうなずく。その言葉は間違いなく、彼らが最後に興じた盤上遊戯の試合のことを指していた。それぞれが与えられた駒を操り、砦や橋を築き上げ、地形や環境を利用しながら相手の駒を減らすという戦力性の高い遊戯で、試合の進行やシステム管理などを務めるルーラーが実況や解説を交えながら進行を行うことも多く、娯楽性、競技性の高さも相まって学院内では定期的に大会が開かれるほどの人気がある。その遊戯でノーラと彼が戦い、後半までノーラが圧勝に近い勢いで押したが、犠牲を最小限に抑えるような戦い方をしていた彼が終盤になってノーラ側の視界不良を利用し、彼女の本軍を狭い地形に誘い込んだ後、死なせないことを最優先にして逃がし続けた生き残りの兵たちで半壊させ、逆転勝利を収めたことがあった。試合中、思わぬ窮地に立ってからもノーラは諦めず、船で回り込んで抵抗を試みたが、天候に見放されて雨による鈍足効果を受け、反撃が間に合わなかったことが雌雄を決したと言える。もしもあの盤面で雨が降らなければ、彼女が勝つ可能性もまだ十分にあったはずだった。私を含め、誰もがあの砦の生き残りの役目に気づいていなかったわ。最初の小競り合いで早々に敗走したんだもの。
死ななかっただけで、もうあとはろくに何もできないだろうとみんなが思っていた。そんな弱い兵ばかり生き残ったところで、ってね。それが、まさか最後まで生き延びて昇格しているなんてね。封鎖権限を得て、狭い場所に追い込んだ状況を作り上げたのを見たときは、正直イカれてると思ったわ。そんな状況でも打開しようと、船で迫った君も相当だと思うけどな。あれは肝が冷えた。天気運に見放されたのが本当に悔しかったわ。雨が完全にあなたの味方をしたんだもの。そう言って冗談めかした恨めしげな視線を向けるノーラに、彼は珍しく微笑を浮かべてみせる。あんな貸し方は二度とできない。それ、試合が終わった時にも言っていたわね。あの時のことは忘れられないわ。今でも学院の伝説になっている一戦よ。ノーラも彼に笑顔を向けてそう言葉を返すと、記憶を遡るように宙に視線を向けた。そこに浮かぶ情景は今でも彼女の中で鮮明なままだ。あなたは被害を最小限に抑えて、普通は見捨てるような見方も見捨てなかった。そうして生き延びた兵を最適な場所で使って勝ったんだもの。あんなに悔しくて、あんなに面白く、いい試合だったのはあれだけよ。ノーラは心底愉快そうに笑い、温かなカップを傾ける。そして何口かお茶を味わった後、付け足すようにぽすりと言った。あなたの笑い声を聞いたのもあの時が初めてだったわ。自分でも信じられない貸し方をした彼と一緒に、思わず二人で笑ってしまったことを思い出して彼女は目を細める。そして少し残念そうに、もう一度あなたと試合をしたかったわ、と微笑んだ。それは私も残念に思う。相変わらず淡々と、しかしどこか惜しむような小金で友人が同意する。そんな彼に再び歩み寄り、ノーラはうなずきながら、でも、と言った。これでよかったのかもしれないわ。少なくとも私は悔いがないように生きてきたし、あなたにも会えたもの。彼女の人生においてそれは一つの大きな成果だった。体からだんだんと色が失われ、力が衰えていくのと一緒に私の心からも色が消えてなくなっていく気がしていたのに、あなたがバカみたいに何度もこの髪の色を美しいと褒めてくれるから、少し今の自分の姿が嫌いではなくなってしまった。何もかも白く失われていくのに、肌の色を失うごとにあなたに近づいていくのを見ると、なんだか新しく家族を得たようですらあったわ。ノーラはそう言って友人にもたれかかるようにわずかに身を預け、両手に持ったカップの中をぼんやりと覗き込む。そこには滲んだ彼女の白い顔が儚げに映っていた。君はその病気がなければ、今私と共にいなかったんじゃないかと時々思うよ。おもむろに彼がぽすりと言って、また窓の方へと目を向ける。その様子は彼女の返答を期待していない風だったが、ノーラは友人の顔を見上げながら言葉を返した。そうかもしれない。でもそれを言うなら、あなたも多分そうだったと思うわ。どういう意味だ？彼は不思議そうに聞き返すが、彼女は微笑んだだけでその問いには答えなかった。その代わりに神戸を巡らせ、窓の向こうに音もなく降る雨を彼女も見やる。戦場でも雨が多く降ればいいのに。そうしたらあなたはきっと負けないでしょう。あの試合でも雨はあなたの味方だったんだもの。そう言ってノーラは微笑んだ。雨が降れば、日光に弱い彼の肌が蝕まれることもない。未だ治療法のない彼女の病気は雨が降っても止まることなく、その名の通り彼女をいずれ白く結晶化した屍にしてしまうけれど。シェリアノーラ。友人は彼女の名を呼び、無慈悲な白に飲まれかけている瞳をその目に捉える。同じではないがくしくも二人を似た姿にして繋いだものを、彼女を連れ去るそれを彼は恨めずにいた。君がその病を憎むとしても、他でもない今の君が君としてここにいることを私は嬉しく思うよ。その言葉に彼女はもう一度微笑み、雨上がりの空に浮かぶ澄んだ月のような小羽で答えた。あなたがそう言ってくれるなら、私は今の自分にもう不満なんてないわ。それきり二人は黙り込み、自分が生きている間に帰ってきてほしいとも、自分が帰ってくるまで生きていてほしいとも言うことはなかった。ただどちらからともなく腕を伸ばし、
手をつないでぼんやりと窓の外を眺める。ガラスの向こうには夜の闇が押し寄せ、冷気をまとった寒々しい風がカタカタと小さく窓を揺らしていたが、彼女が隣にいる限り彼の手が体温を失うことはなく、またその後何十年、何百年と孤独が続こうとも、彼がそのぬくもりを忘れることは決してなかった。